おはようございます。今日もね、一日バンコクのね、街をちょっとプラプラしていきたいと思います。で、一応今日なんですけども、なんかバンコク市内で、死体博物館。はい、それではね、これからね、博物館の方にね、向かっていきたいと思います。でね、さっき死体博物館なんて言い方してしまったんですけども、正確にはですね、シリラート医学博物館という名前ですね。シリラート病院、シリラート看護学校の敷地内の中にある博物館ですね。日本では結構珍しいスタイルですよね。博物館と病院、看護学校が一緒にあるなんてね。Over there. Oh, right, right, okay. Thank you so much. Thank you for helping me. Thank you. はい、今それじゃね、バス降りました。で、バスの中でね、おじさんがね、どこに行くんだいっていう風に聞いてくれて、ミュージアムに行きたいんだっていう話をしたら、なんかこう、一生懸命ね、手振り身振りでね、一生懸命教えてくれました。で、正直多分、僕たちちょっと会話できなかったんですよね。僕、タイ語が全く喋れないんで、おじさんはタイ語で僕にちょっとアンサーをしてくれてて、で、正直多分会話にはなってないんですけど、でもなんか、ここがこうだよとか、なんかすごく一生懸命教えてくれてね、本当になんかね、これはね、もう言葉じゃ言い表せないぐらい嬉しいですね。いやー、なんかもう本当にあったかいものを感じますね。いやー、なんか朝からね、本当になんかいい日になりそうですね、今日は。はい、じゃあそれじゃあね、これから歩いて向かっていきたいと思います。いや、本当ね、タイのね、人たち本当に優しいんでね、本当に感謝です。はい、それではね、博物館向かっていきたいと思います。大通りからね、行くこともできるんですけどもね、せっかく行くんだったらね、あえてね、こういうね、脇道、小道的なところからね、向かっていきたいと思います。ちょっとした発見があったりするので、僕は小道好きですね。はい、なんかね、今ね、ちょっと歩いてるんですけど、塀の上にね、ガラス瓶がね、めちゃくちゃ仕掛けてあります。多分鳥よけだと思うんですけど、すごいですね。で、そこの路地を右か。はいはいはい。結構迷うね。せっかく風景いいのにな、水の色がこれ残念すぎるだろう。病院近くになりましたね。ちょっと野犬とかもね、歩いてたんで、行く方気をつけてください。それではね、中に入ってきます。で、中に入ってなんですけども、すぐにね、警備員さんっぽいですよね。なんか名前書けって言われました。で、名前とね、確かなんか国籍だったかな、そんな感じだったと思います。でね、それ終わったらね、2階だよって言われて、2階の方に向かいます。で、1階はね、普通の病院みたいですね。で、2階の方に博物館の受付があります。今ね、受付のお姉さんが説明をしてくれてますが、ここの博物館大きく3つに分かれてます。で、今僕がいるところは1号館で、主にですね、寄生虫だったりとか、あと赤ちゃんのホロマリン漬けで、あと事故で亡くなられた方の骸骨が展示してあるんですけども、それが例えば銃で撃たれて死んだりとか、車でひかれて死んじゃった人とか、かなりね細かく死因分けされて展示してありました。そしてね、ここね、残念ながら撮影禁止でした。なので、ちょっとネットからね拾った画像でね、皆さんとシェアしていきたいと思うんですけども、まず1枚目がね、結合ソーセージの画像になります。ホローマリン漬けにして資料として展示してありました。2枚目がね、人間の頭蓋骨の画像ですね。右下に死因が書いてあるんですけども、鋭利な器具による損傷と書いてあります。はい、それで最後なんですけども、これがですね、おそらく胎児が、発育していく過程のホローマリン漬けだと思います。右下から左上にね、成長の過程が見れる資料の一つだと思います。
はい、それではね、次は2号館向かっていきたいと思います。2号館なんですけども、解剖学博物館ということになってます。で、引き続きちょっとインパクトの強い画像がいくつかありますので、ご視聴いただく方お気をつけください。1枚目がね、リアル人体模型ですね。よく学校の理科室にあるやつとはわけが違いますね。2枚目なんですけども、人の神経だけをホローマリン漬けにしたようなものだと思います。こんなのどうやって作るのマジで。最後ね、3枚目なんですけども、人をね輪切りにしたものがホローマリン漬けにされてます。腹部だったりとか、頭部、あと脳みそとかね、そういうものがね、ホローマリン漬けにされてました。かなりインパクトが。はい、それではね、最後のね、3番館に向かいたいと思います。で、3番館なんですけども、主にですね、医学の歴史、あとタイのね、歴史のものがね、展示してあるみたいです。なんか雰囲気的にね、後でね、増設されたような印象ですね。なんでめちゃくちゃ綺麗ですね。でこのモニュメント、この入り口くぐったら、こんな感じで建物があります。でね、ちょうどね、入り口なんですけども、ちょうど今人が出てきたところ、あそこが入り口になります。で3番館はね比較的ね撮影できるみたいでしたので、最初こんな感じでなんかこう、シアターみたいなのを見せられてね、タイの医学の歴史を軽く勉強させられます。で次終わったらね、こんな感じでいろんなね医学の父というか、歴史的なものというか、がね展示してあるような感じですね。で基本ね説明がタイ語なのでちょっとね理解するのね難しいと思うんですけどもね、目で見てね楽しめる場所だと思いますので、ぜひねちょっと行ってみてください。で場所によってはねこうやってね撮影禁止のエリアもあるので注意してもらえればと思います。でここにね置いてあるのはね多分ね模型だと思うんですけども、物によってはねちょっとこれ本物なのか模型なのか区別つかないのもありますね。でこの骸骨はねパッと見模型の気もしたんですけど本物のような感じもしてますね。であと他にね、こう医学でね使ってきた、顕微鏡とか、そういうものもね結構展示してあったりしますね。でこれをね見た時にね何なんだこれと思ってよく覗き込んだらね、喉のねなんか画像がありました。なんでこんなところで人の喉チンコを見なきゃいけないんだよと思いながらもね、ちょっとカメラ向けてみたりとか、あと手術台のね、模型があってね、こんな感じで手術するんだなみたいなのもね、思いながらね見ているとね、その隣には、実際手術で使ってるだろう器具がねこうやって置いてありました。なかなかねこういうの見る機会がないんでね、結構興味深かったような感じですね。どうやってこんな使うんですかね。あとはこう、進んでいくとね、こういうちょっと廊下があって、で、次なんかこう漢方というか、なんかそういうなんか謎の医薬品というか、なんかそんなものをね展示してありました。でなんかこんなね棚にねずらーっとね漢方というかなんか謎のものがいっぱいこうやってね陳列されててね、非常に興味深いんですけども、全部タイ語で書いてあるので、ほぼ読めないという感じですね。いやすごいですね。なんかハリーポッターみたいな、ハリーポッターでしか見たことないようなね、なんか映画だみたいなのも結構あって面白いですね。はい、ここはね今3番館なんですけども、ここは撮影して OK のエリアでしたので、少し撮影の方をしてみました。1番館2番館のような形のね、ホローマリン漬けにされた、資料がねここにも展示してあります。123通してね見てきて思うのはね、今僕は特に不自由も何もなくね、こうやって旅ができていることもね本当健康があってこその、ことだと改めてねここに来て思いました。ちょっとね体のことをね気使うのがねどうしても後回しになりがちなね20代30代になると思うんですけども、やっぱり40代50代迎えてくるとねどうしてもやっぱり体のコンディションにいろんなことが左右されると思いますので、本当健康はね気をつけてこれからもね生活していきたいと思いますね。はい、それではねここはね、歴史的なものがね結構多く展示されているねエリアになってます。でこう船の、模型というか、その当時使っていたものの、ものがね展示されてました。で正直ねちょっと全部タイ語だったんでちょっと読めなくて理解ができなかったところが多くてねちょっともどかしいところあるんですけども、今回ね、1、2、3とね、回ってきたんですけど、結構やっぱ時間かかりますね。本当に1番か2番かね、回るだけでも本当に2、3時間普通にかかりますので、本当にここ来られる場合はね、1日、時間があるときにね、ゆっくり見ていただいた方がね、いいかと思います。
はい、それじゃあね、今ね、ちょっと博物館の方ですね、一周してきました。で、1番と2番目に来たところに関しては、もう本当に、なんでしょうね、メディカルというか、医療のね、分野に特化した、ものが展示されてありましたので、本当に医療好きな方は1番、2番おすすめ。で、3番ももちろん医療もそうなんですけども、歴史好きな方とかもね、結構楽しめるんじゃないかと思います。すごくインパクトがあったというか、ちょっとなかなか言葉で言い表せないようなね、ものもね、展示してあったりとかしてね、ちょっとね、考えさせられるものがありました。